高尾最後の夜、美しいメイリーダオに立ち寄り、六郷夜市へ向かいました。日が落ちてもまだ蒸し暑い。食べたい気持ちとは裏腹に夏バテ気味でした。我要一杯甜度冰块。甜。谢谢。とりあえずオレンジの緑茶を。年季の入ったシュイジャオの看板、こちらをいただくことに。你好，一个人内用10个，4个10个，可以。这样70。你点吗？谢谢。この暑さの中、熱湯で茹でられるシュイジャオ。向かいの席の日本人らしき方にお話しかけてみることに。使いますか？ありがとうございます。日本人ですか？日本人です。YouTube やってるんですか？あ、そうです。あ、そうなんだ。はい。なんと動画を見てくださったことのある視聴者さんで、一緒に水餃子を食べ、夜市を回りました。狭いカフェあるじゃないですか。入り口が。博多手桶店あるじゃないですか。絶対行くよね。そう。買うものないのに行くよね。買うものないのに覗きますよね。絶対だって絶対行くもんあそこ。マイボトルと iPad となんかその日のご飯みたいな。そうめんありますよ。あれじゃん、台南の。土壌付きですね。土壌付きとか。私もそうやってやってる。フライツ麺じゃなくてスタンプ麺だもん。高尾ってなんか割高くないですか？ビルが多い。高尾だけに。なるほど。エリンギ。台湾あるあるや美味しいお店の話など、同じように台湾が好きな方と台湾で会えた夜。自分の動画がちゃんと誰かに届いていること、それが思っていた以上に嬉しかったです。台北は涼しいかな。ありがとうございました。今日は早朝から台北に向かう。高尾で朝食を食べたかったものの、うっかり早すぎる新幹線を取ってしまった。コンビニのシャンツォンローバオでも朝食には十分おいしい。高尾での滞在では海岸に行ったり、路面電車に乗ったり、アヒル肉もまだ食べていない。心残りがあるくらいがちょうどいいのかもしれない。地上に出ると予想以上に肌寒い台北。ホテルで荷物を預かっていただき、前回買わなかったエビ皿を探しにディファージへ。台湾の景色はなんだかんだバスの窓から見る景色が一番好きだけど、乗るときも降りるときもだいたいスピード勝負。
マーズーの通りを抜けて、こちらのお店へ。早速、エビ皿ゾーンへ。今回は大きなサイズの在庫が豊富なようです。かわいい。面白い。鯉のお皿も何枚かありました。レトロな茶器やレンゲも相変わらず豊富でした。時間を重ねた台湾のレトロたちを前に、ついつい長居してしまう。このカップと透き通るレンゲ、お茶碗をいただきます。不好意思。这是台湾的。台湾的，这是这个多少钱？这个100块， 100。这台湾的，对这个多少钱80块， 80。啊，海老的盘子、小的卖完了。对啊，卖完了，3个。OK， 我想买。想买，OK， 好，谢谢，谢谢。谢谢，再见。再见，拜拜。バイバイ。今回もとてもいい買い物ができたところで、スープでも飲みに行こう。内用。谢谢。谢谢。透き通るスープに浮かぶセロリがアクセント。ふわふわのつみれの中心には、しっかりと味のついたあんが入っている。あまり食欲がなくても、このスープは本当においしい。旅で疲れた体にふわっと栄養をくれるんだから、すごい。谢谢。めちゃくちゃショックなことが起きまして、さっき買ったレンゲとお茶碗を落としてお店の中でちょっと割ってしまいまして、もうめっちゃショック。ちょっと一旦公園に入って落ち着こう。もう最悪なんだけど、レンゲも割ってしまいました。このね、マグカップだけは無事でした。ダメだ、ちょっとショックすぎて、もう何をしてるんでしょう、私は。一旦気持ちを切り替えて、もう一軒、エビ皿を見に行きたいカフェに向かいました。細い階段を上がった先には、まるで宝箱のようなお店。ここは日本人オーナーが営むアサヒコーヒーさん。様々な表情のエビ皿や古いマジョリカタイルが台湾中から集まってきたかのように並ぶカフェです。探していた小さなエビ皿がありました。こちらを、はい。オーナーさんおすすめの鉄観音のプリンとアリさんのコーヒーを。使われているタイルや食器からも、この宝箱の空間にどっぷりと浸ることができる。鉄観音のプリンは風味豊かで、
特にカラメルが美味しい。ありがとうございました。エビ皿にまつわるお話などもご親切にありがとうございます。やっぱりちょっともう一回同じのがあったので買いに行きたいと思います。ニーハオ。オーナーさんに割ってしまったことをお伝えしました。怎么？残念残念。往上走。OK。真的吗？真的。残念。難しい。Inside。カバンの中に入れてねと、 Inside。とても優しいオーナーさん。OK。谢谢你，真的谢谢。バイバイ。80元もおまけしてくれました。なんて優しいんだろう。もう本当にありがとうございます。そろそろ今日泊まるホテルに向かいたいと思います。谢谢你。少し休んで中山へ。台北駅前のごちゃごちゃ感が相変わらず良い。この春移動が決まってしまった仲のいい職場の子へのプレゼントを買いに来た。夜の台北は随分と涼しい。晩ご飯はホテルでいただいた食事クーポンが使えるこちらのお店に。常々食べてみたかったこちらのルーローファン。QR で注文が可能でした。ルーロー増量半熟卵のせルーローファン。脂身多めのルーローに卵の黄身がマイルドな味わい。ほんのりと香る八角や台湾風味のスパイスも嬉しい。台湾最後の夜、おいしいルーローファンありがとうございます。22時にはひっそりと静かになる台北駅前。ただいま。道行く人を眺めたり、なんだかんだ夜更かし。明日は帰国です。窓の外の台北の生活音とともに起床。動画を取り込んだら朝食を食べにダートンへ。小籠包をふかす湯気。飛び交う注文の声。お気に入りの鮮豆醤のお店へ。こちらでもホテルの食事券が使えてありがたい。你好。内用。で、ニラのおやきも一緒にいただきます。
熱々でほんのり酸味のあるフルフルのシェンドウジャン。台湾に来ると必ず食べたくなる大好きな朝ごはんです。香ばしく焼かれたニラのおやきは嬉しい春雨入り。見た目はまるでお好み焼き。でも味はちゃんと台湾の朝でした。隣のおばあちゃんはシェンドウジャンと小籠包をそれぞれの朝が流れる店内で最後の台湾の朝食を味わいました。空港へ向かう道、前を歩いていた方も同じようなお守りをつけていた。台湾のどこかで買ったのだろうか。そう思うだけで温かい気持ちになる。